こんばんは、もふもふとさんもふです。今日はですね、僕のブログのアクセス数がですね、一気に激減してしまった、そういったことについて解説していきたいと思います。まあですね、結構ブログについてお勧めはしているんですけれども、実際アクセス数がいきなり減ってしまうとかですね、そういったことも残念ながら起こってしまいます。なのでですね、今日はブログのね、いい面ばっかりじゃなくて、ちょっとね、悲しい面というかね、厳しい現実の面もですね、皆さんに紹介していこうと思います。なので、ブログってね、やってみたいなと思ってる人とか、実際ブログやってるよっていう方はですね、ぜひですね、最後まで見てみてください。で、今日の内容なんですけれども、ブログでですね、アクセスを集めるためにはどうしたらいいのかっていう方法を説明して、で、実際に、アルゴリズムを変動してですね、僕のブログのアクセス数が、かなり激減してしまった、そういったことで改正します。で、あと最後にブログはですね、オワコンなのか、常にオワコンって言われてるんですけども、その個人的な見解について解説していきます。なのでですね、くれぐれも、ブログが不労所得っていうわけではなくて、結構ですね、厳しい面がどんどん出てきているっていうのが実態になっています。で、僕自身のですね、ブログがこういうもふもふ不動産ってやつで、不動産投資とか株式投資とか経済ニュースとかを扱っているサイトで、ここはですね、アクセス数が残念ながら減ってしまったってことになります。で、もしね、ブログ始めてみたいなって方は、再生リストでブログの始め方やってるんで、ぜひ見てみてください。で、まず、ブログのね、アクセス数どうやって集めるかっていうことなんですけれども、まずですね、役に立つ記事を書くってことですね。役に立つ、いろいろですね、こういう風になったらどうなるんだろうとか、体験談とか、結構みんな調べたりとかするんで、そういう役立つ情報を発信すると。で、それが検索でですね、引っかかったりだとか、あとツイッターで拡散されたりとか、口コミとかで見てもらったりとかですね、そうやって自分のサイトが見てくれる人が集まるってことですね。で、それでですね、人が集まったら結構こうクリックしてくれたりとかすると、その1クリックあたりいくらみたいな形で、お金が入るってくる場合もあるんで、それがですね、主な、そういう一つの、収益源になったりとかします。で、来てくれた人にですね、こう役立つ情報を発信しつつ、お金もですね、入ってくるっていうんで、比較的ブログはですね、まともにやってる人はすごい、おすすめな、ビジネスになっていると。で、どうやって集めるかっていう、今の図示するとですね、こういう感じになってて、ブログに、例えば、ツイッターとかね、あと検索とか、あと他のサイトからリンク貼ってもらったりとかですね、YouTube から入ってくれたりとか、LINE アットから流し込んだりとか、いろんな方法でですね、来ると。で、それで、ここにブログにアクセスした人が、例えばアドセンスって言ってクリックしてもらえると、お金が入るような広告があったりだとか、あと、Amazon でですね、紹介したものをなんか買ってもらったりとかすると、数パーセントですね、収益が入ったりとか、あと自分のブログを経由してなんか申し込んでもらえるとお金が入ったりとかですね、そういったことで、収益になったりとかします。で、特にやっぱですね、まずはブログに人を集めるっていうのが重要なので、ここにですね、なるべく多くの人を集めよう。そういうふうにブロガーとかですね、やってるっていうふうになります。で、じゃあどこがですね、一番大きな、アクセス数の元になってるかっていうと、これ人によるんですけれども、ほとんどの場合は、検索がですね、大きく入る場合があります。で、自分の、ブログは、検索からですね、入ってくる人が一番多い風になっていると。なので、特に Google 検索ですね、からほぼですね、入ってきているような状態です。で、Google 検索が多いので、検索からですね、いかにこう検索順位を上げるかみたいな風になってて、検索した結果があって、もう100ページ目とかにあっても誰もやっぱ見てくれないので、なるべく1ページ目のですね、なるべく上に来るっていうところが、アクセス集めるためにはすごい重要な風になります。あとどういうキーワードで検索するかとかをイメージしながら記事書くとかもね、すごい重要になりますと。で、逆に言うと、Google の検索で上位を取れれば結構ですね、人が入ってくるし、稼ぎやすいっていうのもあったりします。で、これも稼げるキーワードとかですね、ジャンルってある程度も決まっていて、例えばダイエットとか、クレジットカード、転職、脱毛とか美容とかですね、あと投資とか金融とか、あと住宅、不動産とか、そういったのはですね、結構、収益稼ぎやすいですね、単価が高いものが多いです。ただ、激戦なのでですね、いきなり初心者がここ入ると多分、全然、戦えなくて惨敗すると思うんで、その辺はね、どんなやるかっていうのは結構悩ましいところなんですけども、もしこういうところで上位取ればですね、むちゃくちゃ稼げるっていうのは事実ですね。なので、それいかにね、こう検索上位上げようかっていうのを SEO って言ったりとかします。これ SEO って聞いたことありますかね？サーチエンジンオプティミゼーションって言って、検索エンジンの最適化っていう略なんですけども、それをすることで、なるべく検索を上位を出すみたいなね、ことを言われてます。ただGoogle がどうやってですね、検索の順位決めてるかっていうのはですね、実はこれブラックボックスなんですよね。なので、ブロガーとかは、予想して、Google はこうやってるから、じゃあこうやった方が検索上がるんじゃないかみたいなことを推測しながら、いろいろ試して、当たったか当たんないかみたいな、結構ね、黒魔術みたいななんかよくわかんないジャンルになりつつありますね。
なので、よくわからないけど雰囲気でやってると。でも王道としては、やっぱりわかりやすく人の役に立つための情報をコンパクトに、必要最小限でキーワードを入れて書くっていうのはやっぱ一番重要になるので、その辺をですね、混ぜながら、なんとなく SEO やってるよって言ってて、これね、よくわからないですね。ブラックボックス。で、これ、株式投資っていう風に具体的に検索してみるとどうなるかっていうと、ほとんどね、上から1、2、3、4、5個ぐらいはね、ほぼ広告なんですよね。だから、株式投資で上位取ったとしても、この広告をまずクリックみんなしちゃうんで、なかなかですね、ここを押してくれないと。なので、1ページ目のトップ取ったところで、なかなか広告に負けてしまうと。で広告も、その単価高いものだと、これ高いのだと5000円ぐらい、ワンクリック5000円ぐらいかかったりしたりだとか、あと1000円とかね、数百円かかったりするんで、なので、大きな企業が広告取ってくるんで、なかなかですね、検索の上位取っても、最近は、アクセス集めにくくはどんどんなってきてますね。もうほんと Google は広告回収モードみたいな風になっちゃってるんで、これがね、本当に検索としてユーザーに最適かって言われるとちょっとよくわからないですけども、そういう状態になっていると。なので上位を、で、これ例えば2ページ目、3ページ目となるとクリックされる確率はより減っていくっていうのが、なんとなくわかるとは思います。で、実際ですね、アクセスが僕のブログはですね、残念ながら、激減してしまいました。これなんでかってことなんですけども、アルゴリズムが、変わってしまったからです。で、Google のですね、検索順位を決める、何をもって上位に出すかっていうのを、その決める基準、アルゴリズムって言われてるんですけれども、それは大体、決まってはないんですが、3ヶ月に1回ぐらいでですね、変動があったりします。で、残念なことに先週ですね、むちゃくちゃ先日ですね、大きなアルゴリズムの変動がありました。それによって、もふもふ不動産のですね、アクセス数は残念なことに大打撃受けて、かなり減ってしまったということになってます。なので、仕方がないんですけどね、自分としては役立つ記事を書いていて、ベストを尽くしていても、Google からお前の記事はですね、上位に出さないよっていうふうにやられてしまえばもうそれで終わりっていうビジネスになったりしてますね。で、過去最大の打撃で、大企業、どういう結果になってるかっていうと、一概には言えないんですけども、傾向としては、大きな企業の方が、やっぱこの特に不動産とか株とかは、サイトが上位に上がってるって傾向がありますね。なので、多くの個人サイトは結構検索順位が下げられてしまったっていうケースの方が多いですね。一部ね、上がったサイトももちろんあるんで、これどれがどうってわけではないんですが、そういう傾向がですね、ざっくりあるっていうことですね。で、今回の変動は他のね、ブロガーとかもやっぱ大きく、影響を受けているような感じで、今まで、前ね、3ヶ月に1回あるんですけども、一番でかいんじゃないかなっていうのをですね、ちょっと感じてますね。これかなり、節目が変わったなっていう印象があります。で、実際に僕のですね、アクセス数どうなったかっていうと、過去3ヶ月のこの検索のアクセス数がだいたいこれぐらいで推移していたのが、バコンと下がってしまって、だいたい半減ぐらいになってますね。で、ちょっと希望の兆しがね、ピッとちょっと上がってる。これ回復してくれないかなみたいなちょっと思ってるんですけども、もうわからんないですね。こういう時って、とりあえずアルゴリズムバンバン変わってるんで、いろいろ調整してですね、結果見て Google もいろいろそのさじ加減というか調整してるのでですね、この時にいじらない方がいいっていうのがですね、定説ですね。大体戻らないケースが最近多いんですけども、なので今はちょっと祈ってる感じですね。ちょっと情けないんですけども。で、もうちょっと15ヶ月ぐらいのスパンで見ると、この辺結構ね、検索とかでバズったりしてね、多分レオパレスとかだと思うんですけども、バズったりとかしてアクセス集まって、で、その後は大体同じぐらいの推移でしてて、ちょっと下がった感じですね。なので去年の年末ぐらいに一回下がってまた上がったんですけど、その辺と同じぐらいのですね、アクセス数になってますね。なので、過去最低かって言われると、最低レベルですね。記事はね、どんどん入れていっているので、その1記事あたりのアクセス数は間違いなく減っていってるって感じですね。なので、記事を入れても、なんとかアクセス数一定でキープしてる。そういう状態になってるってことで、結構自利品みたいな感じですね。ということで、やっぱ今なかなか厳しい状態でブログっていう、なかなかですね、簡単に稼げる感じではなくなりつつありますね。コロナで広告がですね、どんどん減ってしまうということで、広告主が広告出さないと売り上げ減ってしまったりだとか、いろんなですね、例えば旅行系とかですね、いろんなジャンルで広告がどんどん減っていってるんで、ブロガーとかね、YouTuber とかは、常にちょっと今厳しい状態であるにもかかわらず、今回、この Google のですね、アルゴリズム変動を食らってしまったんで、検索のアクセスが一気に減ってしまったと。こっから、どうやって立て直すかっていうのをね、結構考えているところで、いろいろですね、対策を練っているところです。で、やっぱね、Google に依存するのは良くないよねっていうのはね、常に言われていて、1年前からですね、ずっとやってはいるんですけれども、やっぱりGoogle
をね、脱するっていうのはなかなか難しくてなってますね。よくね、ブロガーの中で笑い話としては、Google にね、もう依存するのは嫌だって言って、じゃあ YouTube だみたいなことを言ってね、これから YouTube の時代だとか言ってるんですけども、結局 YouTube も Google なので、もう Google の手のひらの中で転がされてるだけなんですよね。だからこっからね、どうやって、Google のアクセス数が減ったやつ、検索が減ったものをカバーするかっていうのは結構考えているような状態です。ってなことで、じゃあね、ブログはオワコンなのかみたいなね、結構これ毎回ね、話題にはなるんですけれども、個人的な見解を解説しますと、僕自身オワコンだとはまだ終わってないです。思ってないです。ただ、難易度は上がっていく傾向にあると思ってます。で、どんどん市場は今成熟期から、こう衰退に入るぐらいか、入ったかどうかぐらいのですね、そういったレベルにあるんで、今後、もうブログ市場が拡大していってアクセス数がバンバン増えていってみんな儲かるよっていう時代では、徐々になくなりつつあるなっていう感じはしてますね。特にやっぱりこうテキストからどんどん動画ですね。もう最近 YouTube で調べる人が結構増えてきてるので、検索もやっぱり YouTube が主流になってくるのかなっていう風なイメージがあります。で、終わることはないんですけども、難易度はちょっと上がり続ける。これ全てにおいてそうなんですけどね。やっぱ成熟してくると難易度上がっていって、競争が増えるっていうのはね、あるんですけれども、ブログに関しても、その市場のパイが広がるよりも、参入者が増えるっていうのがあるので、難易度が上昇しつつ、大企業がより強くなっていくみたいなね、個人として何ができるか結構悩ましいところですね。なので、とはいえやっぱ初心者でも月1万円ぐらいであれば稼げる人はまだですね、出てきてはいるので、これぐらいであればですね、初心者でもまだまだお勧めはできるかなっていう印象があります。で、これよく出すんですけども、プロダクトライフサイクルって言って、導入からですね、ある商品が、ブログが導入から成長して成熟して衰退になって売り上げがですね、しぼんでいく。そういう図になってるんですけども、ブログは僕のイメージだとそろそろ衰退に入ったかどうかぐらいの感じなのかなと思っていて、こっからもう成長してですね、ブログみんな書き始めて見る人も増えるよっていう感じではないなっていうふうに感じてます。で一方、エンタメとかはですね、エンタメ系の YouTube とかも今、成熟に入りかけて、芸能人が入ってきて、ちょっとまた活性化しつつあるんですけども、でもそのパイの奪い合いぐらいの感じになってるなっていうようなイメージがあると。で、ビジネス系に関してはまだまだですね、見てる人が少ないんで、これからビジネス系の YouTube はまだ育つかなっていうふうに、僕の若干予想なんですけれども、考えているってことで、ブログから入るにしてもですね、結構、ここから徐々に減っていく市場であるのかなっていうふうに思ってます。なので、よりですね、ブログ、総合力が求められる時代になってくる。そういうふうに考えてます。やっぱり、激戦のですね、キーワード、やっぱ不動産とか株とかは、やっぱ大企業に勝てないっていうのが、本当明確になってきていて、そういう難易度は本当に上がってきてますね。で、やっぱ、抜け道っていうかね、個人が戦える道としては、やっぱ大手企業は書かないようなネタとかね、そういったところをやっぱ個人の体験談であったりとか、そういったところでですね、差別化するしかないなっていうふうに、感じてますね。で、やっぱりこれね、よく言われるんですけれども、お金と健康のジャンルでは、信頼性と専門性と権威性、それがですね、すごいGoogle は重視していて、それがないとサイトのね、検索に表示しませんよっていうふうに、言ってます。この辺をいかに高めていくか、何をもって信頼性があるか、権威性があるか、専門性なのかって結構難しいんですけども、それをですね、いろいろ考えつつですね、例えば SNS のフォロワーが多いとか、リンクをいっぱいもらってるとか、そういったことから、そういうのをですね、Google は見てるんじゃないかとかね、思ったりします。医師免許のね、症状みたいなの貼っとくのがいいとかね、弁護士のみたいな資格をどうこうとか、そういうレベルではないんですよね。ソーシャルの中での比較になるので、そういうイメージがあると。で、やっぱり、Google だけに頼らず、SNS とか Twitter、YouTube とかですね、インスタとかいろんなものを活用するのがいいのかなっていうふうに考えております。で、そういった厳しい状況ではあるんですけれども、まだですね、ブログはおすすめの副業ではあるので、ぜひやってみたいなって人は、全然おすすめ、やるのはまだまだありだと思ってます。で、なんでかっていうと、やっぱ無料で気軽に始められるっていうのがあって、本当ね、無料ブログとかで全然情報発信はできるし、結構ね、情報はもう出揃ってるんですよね。だから比較的初めてでもやりやすいですね。で、月に数万円ぐらいなら1年ぐらいあればいけるようなレベルではあります。なのでゲームをね、ひたすらわかんないですポケモン GO とかやって、1年後どうなってるかっていうと多分ね、ポケモンが上手くなるって言っても何も意味はあんまりないと、ないことはないんですけども、スキルがアップするかっていうとね、そういうわけではないとは思うので、むしろ、ゲームとかに費やすんだったらブログとかで攻略した方がですね、自分のスキルアップにもなるし、お金も稼げると。で、さらに、
やっぱブログでライティングとかマーケティングとか SEO とかいろんな知識が身につくので、本当極めるっていうかね、お金稼げなかったとしても、こういう知識が身につくから得になりますよってことですね。で、仮に失敗したとしても、その経験がですね、次に生きるんで、そういうふうに、挑戦するのはすごいいいことだと思います。なので、くれぐれもですね、いきなり高いお金でコンサル受けたりとかする必要はないので、安い金額から、ちょっとやってみるっていうのは、全然ありだと思います。で、仮に失敗しても、強くてニューゲームって言葉があるように、ブログの経験を活かして、次ね、なんか TikTok やってみるとか、また YouTube やってみるとかですね、そういう経験は絶対生きるんですよ。こういうライティングとかマーケティングとかの。そうすると、いきなり新しい市場でもいきなりね、強くなれるっていうね、イメージがあって、僕もブログやってたからこそ YouTube でいきなり何も知らずに入っても比較的伸びやすかったっていうのもあったりとかするので、そういう、例えばドラクエ3とかで、いきなりね、アリア藩の町、ね、城を出たところでいきなりレベル50だったみたいなね、そうするともう楽勝ですね、スライムとか。ポケモンとかでもね、いきなりギャラドスが仲間にいたりとかしたらもう楽勝ですね。ポッポとかもね、コラッタとかも全然ね、すぐ倒せますよね。そんな感じで、いろいろですね、やることで、強くなれるっていうのがあるので、ぜひですね、まだブログはおすすめかなと思ってます。ただ、厳しくはなってるよっていうのは、やっといてください。で、月1万円ぐらいないんですけど、月100万とか超えてくると結構過酷な戦いになってくるんで、今自分もその領域で結構苦戦し始めてるっていうところがリアルです。で、ぜひですね、ブログ始めてみたいよっていう人は再生リストで解説してるんで、ぜひブログの始め方見てみてください。あと、副業のですね、やり方、ロードマップを解説してるんで、こちらのね、ブログ、詳細欄から見てみてください。ということで、ブログでですね、大打撃を食らいましたってことで、やっぱね、Google の検索のアクセス数が一気に減ってしまいましたよっていう、ちょっと残念な結果になりました。で、個人には厳しいかなと思ってるんですが、まだね、どっかで戦えるものがないか、そういうのを、練ってるような状況です。やっぱり、前からこれは考えてるんですが、Google 検索に頼るわけではなくって、総合力がですね、すごい重要になるんで、総合力を活かして、よりですね、もふもふ不動産をですね、ブログでも頑張りたいなと思ってます。でもね、引き続き、見てくださる方がいる限りですね、役立つ情報を、発信ね、アクセスが減ったとしても、まだ見続けてくれる方がいるだけでも大変ありがたいので、頑張ってね、ブログ、YouTube 頑張っていきたいなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。このチャンネルはですね、ブログの始め方、YouTube の攻略とか、経済ニュースとか、わかりやすい情報を発信しているので、ぜひですね、スキルアップしたいとか勉強したい方は、チャンネル登録をお願いします。またですね、いつもコメント、高評価ありがとうございます。引き続きですね、役に立ったらコメントいただけると嬉しいですし、Twitter とか SNS でシェアしていただけると嬉しいです。またですね、Twitter で有益な情報を発信してるんでフォローしてください。あと、インスタと Facebook ページもやってるんで登録をお願いします。あと、LINE アットで不動産投資のチェックリストをプレゼント中なので登録してみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。暑い。久しぶりのモフモフウェアでした。ウェイ、頑張ります。